琉球古典音楽っていうのは宮廷音楽で外交の場で活用されてきたという背景があって、その時代を生きたであろう人たちからなんか直接聞くとやっぱり重みが違うという。だからケイタコラボしようよ。それいけ森田圭太。沖縄の大学に通う歌者森田圭太、よろしくお願いします。はい、森田圭太さん、はい、本日はですね、ちょっと初めての試みでコラボ対談やってみようかと思います。コラボ対談というよりは、シンプルに沖縄の歌者をゲストに招いて対談していこうかなと思うんですけど、で今回は森田圭太の大学の同級生になります歌者新薬理央さんをお招きしてトークしていこうかなと思います。新薬理央さん、かなり海外とかでも活躍しているような歌者ですけど、実際ゆっくり話したりとかそういう機会とかって今まであった？大学に入る前のオープンキャンパスとか、そういうのでちょろっと話したぐらいで、その後自分たちずっとコロナ禍での学生生活だったので、なるほど。なかなかゆっくり話すっていう機会はあまりなく、あったら少しは喋るかなっていう程度でしか喋れてなかったですね。じゃあこうやってゆっくり話することは初めてなんだ？そうですね、この YouTube っていうのを通して初めての機会になりますね。今回はね、台本も用意して、できる限り深いところまで話できたらなと思うんですけど、どうですか？人生の中で付き合いはずっと続けていきたいですし、一人の尊敬する歌者さんでもあるので本当に深いところまで掘り下げていけたらなと思います。なんか一気にスケールがでかくなってくる。じゃあここで対談で喧嘩して仲違いとかなるかもしれないけどそこはそうならないように気をつけないといけないです。はい頑張ります。はい、じゃあ早速ですが、新薬理央さんと対談やっていってみましょう。よろしくお願いします。はい、今回は沖縄の民謡歌者であり、僕と同じ大学に通う生徒でもある新薬理央くんと対談していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、簡単に理央くんの自己紹介を理央くんからよろしくお願いします。はい、沖縄県立芸術大学に通う新薬理央です。ケイタとは同級生です。普段は自分で音源制作をしたり、ミュージックビデオを作ったり、沖縄県内外のあちこちでライブとかをしてます。よろしくお願いします。実はリオとこうやってゆっくり話するっていうのが意外と初だったりするんだよね、確かね。時間なかったからね、あんまりね、そういう時間。今回ね、YouTube っていう媒体を通してであるんだけど、リオくんの活動とかについてもいろいろ深掘っていけたらなと思うので、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんだけど、実はね、島にいる時から YouTube だったかな、確かでリオの動画を見てたんだけど、その時にリオがやってた背面引きかな、多分見た動画は。あれが何年前なんだろう。多分中学生か高校生ぐらいだと思うんだけど、確か初めてそれがビデオに出たのが、2016年かな、正確な数字覚えてないですけど、そう 6,7 年前ぐらい。そう、相当前。じゃあその頃から音楽活動はずっとしてた感じの？音楽活動は中学1年生の終わりに初めてカンカラ三振でライブしたのが初めてでした。この楽器自体を触るのもカンカラ斬新が初？小さい時に少しだけピアノを習ってたんですけど、その時すごく病気がちで継続してレッスンに通えなかったんですね。だからほとんどやってないようなもので、触ったうちに入らないかもしれないですね。本当にもう小さい頃、すごい小さい頃で、ほとんどドレミファソもあんまりわからない状態のままカエルの歌を頑張って弾いたぐらいそれだったんだけど、沖縄に来て三振と出会ってからはいつでもどこでも気軽に抱えて弾けるというので、独学で弾き始めたのがきっかけです。じゃあそのカンカラ斬新で中1の時初めてステージしたって言ってたんだけど、そのステージするきっかけみたいなのなんかあったりするのかなと思って今聞いてると。僕がカンカラ三振と出会って、カンカラ三振が好きでたまらなくなって、どこ行くにも散歩行くにも買い物するにもカンカラ三振背負って歩いてたんですね。その時に町のパン屋さん、ピッコロモンドさんっていうパン屋さんがあるんですけど、そこでパンを買いに行った時にカンカラ三振抱えてたら、なんかいいの持ってるね、ちょっと弾いてみてよって言って声が来てもらって、そこでなんかちょろちょろって弾いたらめっちゃうまいって言って、オープンマイクでなんか飛び入りで演奏できるところがあるから歌ってみてよみたいなこと言われて、そこで初めてライブハウスで飛び入りしてたのが最初でしたね。
パン屋さんがきっかけでライブするようになったっていう。そうですね、そうパン屋さんが音楽喫茶さんを紹介してくださって、そこから音楽関係者の方々から次々といろんなステージに声かけていただくようになったっていう感じです。確かに最初出会った時もカンカラ斬新背負ってたね、そういえばね。そうそう、外出するときはほぼ必ず背負ってるので。ちなみにだけどさ、リオのさ出身は東京？出身はね、東京出身です。沖縄に来たのがいくつの時？10歳の頃ですね。9歳10歳の間の小学3年生と4年生の間、3月に来たので、それちなみになんかきっかけとかって？まあ沖縄に引っ越してきっかけは、当時僕東京に住んでたんですけど、東日本大震災っていうすごい大きな地震があったんですね。でその時に当時僕喘息のすごい大きな発作を起こしてて、当時入院してたんですよ。で僕心臓にもいろいろ病気持ってるから、手術とかも今後控えてたんですね。なんだけど大地震が起こって余震とかも続く中で手術とかはできないということで、なんか一時的に沖縄に避難しようと言ったのがきっかけでした。そしたら三振に出会って沖縄文化にハマって、もう帰らないってなりました。帰らないって。あ、じゃあもうそのタイミングでじゃあもうほぼそこから移住してきてって感じで？そう、当時沖縄に知り合い一人もいなくて、何もわからないまま沖縄に来て、沖縄音楽と出会って三振に出会って、そこから雷が落ちたようになって、なんか沖縄に来てから1週間もしないうちに僕はもうここから離れないって宣言してたっていう。早い。そっか、じゃあ中学生だと、ずっとその間はずっと音楽して、そう最近のさ活動見てるとさ、海外のエイサー団体のチームなのか団体とかと一緒にコラボとかしてるんだけどさ、それのきっかけってどこきっかけでコラボするようになったのかなっていうのが見てて気になってて。僕が高校生の時に世界エイサー大会っていうイベントが国立劇場沖縄であって、そのエイサー大会っていうのが日本全国だけでなく世界中のエイサー団体が集まる大きなイベントなんですけども、その時に僕もちょっとなんかありがたいことに憧れの宮沢和文さんと三振で共演させていただきまして、その時にインドネシアのうまくエイサー進化インドネシアの方たちと知り合いになって、そこからぼちぼちと SNS でのやり取りをずっと続けてました。で2020年にコロナが始まった時に、いわゆるリアルのイベントがあちこちで中止になっちゃったりしてオンラインのイベントに切り替わったりする中で、オンラインでうまくエイサー進化インドネシアで18周年のパーティーをやるから、そこで演奏してくれっていうように声かけてくれたんですね。すごく嬉しくて、その時にうまくの記念楽曲を僕が作曲してプレゼントしたらすごく喜んでくれて、そこから仲良くなって交流が始まったんです。あ、じゃあ今そのうまくエイサーの人たちが使ってる音源ってその時にリオがプレゼントしたやつを使ってるのかな？はい、2020年にうまくエイサー深海インドネシアのオリジナル曲を僕がプレゼントして、すごい喜んでもらって振り付けも作ってもらって、今ではなんかインドネシアのあちこちのショッピングモールとかで演舞してくれてるらしいです。すごい。今後第2弾も作っていけたらなと思ってます。その活動ってコロナ禍であったと思うんだけど、はい、現地にも行ったりしたことあるの？海外はね、インドネシアにはまだ行ったことないんですよ。いつかね、必ずインドネシアに行きたいなと思ってます。じゃあこれからこういう海外向けというか海外の人との活動も積極的にやっていけたらなっていう感じでですね。思ってる感じ。はい、昔ね、海外は一度だけ高校生の時にアメリカにギター留学したことがあって、ニューヨークとサンフランシスコでカンカラ山地でちょっとライブしたことがあったんですね。それアメリカに行って1回きり、海外はまだどこにも行きてないんですけど、今はもう行きたいところがいっぱいあるので楽しみです。すごい、こうやって今ちょっとね話聞いてるだけでも本当にこのいろんなところで三振弾いたり音楽作ったりってこう活動してると思うんだけど、今までの中でこう活動しててこのエピソード面白かったなとか、なんかこれ心に残ってるなみたいなエピソードがあったら教えてください。やっぱりこれはなんかいろんなインタビューを受けた時によく話すことなんですけど、やっぱり僕カンカラ三振好きで背負った持ち歩いてた時に、やっぱり街のおじいちゃんおばあちゃんたちによく話しかけられるんですよ。ニーニー上等持ってるね、なんか三振ちょっと弾いてみてみたいな感じで。そして僕がちょっとトンテントンテン弾いてるとすごい感動してくれて、なんかニーニーこのカンカラ三振の歴史知ってる？このカンカラ三振は戦後何もないところから沖縄の人たちがカンカラとか集めて立ち上がっていこうって言って作ってきた楽器なんだよ、音楽続けてね、応援してるよみたいな、そういう話をいろんな方々本当にいただいたので、すごくよく覚えてますね。そのエピソードってリオならではなエピソードだもんね。確かにね、カンカラ斬新をこう
そう背負って行動してそうだからカンカラ三世の歴史はもうカンカラ三世知った当初からいろいろと知ってはいたんだけど、やっぱりそうやって街中のおじいちゃんおばあちゃんとか多分その時代を生きたであろう人たちからなんか直接聞くとやっぱり重みが違うというか、なんかすごく心に残るものがありましたね。ちなみにさ、リオはさカンカラ三振始めた時って民謡をしてた、それともポップス系の曲をしてた？その当時は宮沢和史さんの島唄がきっかけで三振を始めたので、そこから四万十の宝とかそういうポップス系の曲をいっぱい聴いてたので、それでなんかそういう民謡、里湯ユンタだったりなんか簡単な民謡もだけど、ポップスが多かったですね。ずっと耳コピで5曲10曲20曲って弾くようになってたって感じです。こうリオにとって沖縄の民謡だったり、そういうポップスとかも含めてもらっていいんだけど、はい、沖縄の芸能どういうところに魅力を感じてるのかなっていうのを教えてもらえたら。シンプルにただ沖縄の音楽が好きっていうのが一番なんですけど、あえて言うとすると日々の生活や暮らしと音楽が一つになってるっていうところですかね。沖縄の音楽が戦後テリア・リンスキーさんがぬちぬぐ数字さびら命のお祝いをしましょうって言って三振で戦後の人々を励ましたというエピソードがあるんですけども、そういうのっていうのは沖縄の音楽の芸能の力強さというのを一番よく表してるんじゃないかなと思いますね。あとはこれは大学で学んだんですけど、琉球古典音楽っていうのは宮廷音楽で外交の場で活用されてきたという背景があって、その国と国とのつながりでこの文化を生かすっていう精神っていうのが今の時代でもすごく大事なことなんじゃないかなと思いますね。僕自身の活動としてはなんか古くの音楽を演奏するというよりオリジナル楽曲を歌うのが中心なので、民謡や古典音楽をきっちり伝承していくって形ではないんですけども、こういう音楽っていうのを地域だったり国と国の架け橋にしてきたこの沖縄の伝統っていうのを未来につなげていきたいなと思いますね。このリオが活動する中でたくさん音楽に触れてきたと思うんだけど、リオの今までで思い出とか心に残ってる曲が1曲あったら教えてもらったらなと思ってます。1曲っていうのはちょっと決められなくて2曲あるんですけど、さっき話した三振を始めるきっかけになった曲は宮沢和史さんの島唄。やっぱ琉球音階ですごく衝撃を受けたし、三振を始めるきっかけにもなりました。それで人前に出て演奏するという活動を始めるきっかけになった曲が冷やみかち節でした。ピッコロモンダさんというパン屋さんで冷やみかち節を弾いたことがきっかけでライブハウスに呼んでいただいたので、そこで音楽活動が始まったので僕にとって思い出の2曲になります。確かに冷やみかち節のイメージ強いかもね。リオと最初あったのが高校3年生の時の10月から11月にかけてぐらいの時期だったんだけど、その時の動画がたまたまね会ってから見たら、その時もリオが冷やみかち弾いてくれててねえ懐かしい本当にそっから出会ったけどね、その後から入学すぐからコロナが始まったからねえ本当にね、お互いあんまりねちゃんと喋ることってできなかったけど、このリオの活動、これからの活動目標とかあったら教えてほしいなと思ってます。今後の活動っていうのはやっぱり自分の曲の制作だったりもそうなんですけども、ステージに立ったり、自分のマイペースでゆっくり続けてきたらいいなと思ってます。コロナでずっと活動を控えてたので、これからはいろいろなアーティストさんといろいろコラボもしたいなと思っています。本当に。だからケイタコラボしようよぜひぜひこちらこそコラボやりましょう本当に。今度はねなんか音楽でコラボできたらいいなと思ってます。何かのこれもね素敵な縁だから、今後も音楽以外の面もはいぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にはなるんですけど、リオくんから告知とかがあったらぜひよろしくお願いします。はい、告知ですね。先日中国の友人とまた新しい楽曲を作りました。中国大陸の配信サイトで現在先行配信してるんですけども、日本向けにはミュージックビデオを僕の YouTube チャンネルの方に公開しようと思っているので、ぜひ YouTube チャンネルの方もチェックしていただければ嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今回は同じ大学に通うアーティストインヤクリオさんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。インヤクリオさんとの対談でしたけど、そうですね、リオとは本当こうゆっくり話す機会ってなかなかなかったので、改めて話聞けて、そんな感じがきっかけだったんだとか、本当自分的にも初知りなことが多かったので、すごいいい
対談だったかなと思います。あと個人的な初の対談だったんでちょっと緊張しながらというかちょっと台本読んでる感じになってたね。そうっすね。なんかちょっと崩そうかなとか思ってシミュレーションやったんですけど、そのシミュレーション意味なかったっすね。なんで真っ白になったってこと？はい、全然何もなかったですなんかまあでもうまくそこにつなげたらなと思いながらやったんですけど、これも一ついい経験になったなっていう。そうだね。今後もなんかやっていけたらなとは思うんですけどね。なんかここでまた喋りのスキルもついていくとうん武器が増えるからいいよね。確かに元から口の方がうまいねっては言われてたんですけど、いざこうちゃんとカメラが回ったりとかまあその前でさラジオとかで収録とかってなるとやっぱ全然違う感じがして、なんかやっぱライブの方が何喋ってもいい感はあるからちょっと。あ、確かにライブはちょっと勢いでいける部分もあるからね。そうですねでもこれも本当一つのいい勉強なので今後も頑張っていけたらなと思います。それで、ちょっとまた違う話にはなっちゃうんですけど YouTube の長尺動画を今何本か続けて出してきてますけど、なんかちょっとタイトルみたいなの欲しいなと思って考えてきました。僕がタイトル発表しますね。はい。それいけ森田圭太にしようかなと思って。はい。どこから着想を得たかって言ったら、ちょっと前にケイタ腰にアンパンマンの小銭入れみたいのを下げてたんじゃん。やってましたね。あれってアンパンマン好きだからつけてたの？あれは正直自分でも自分の見た目が怖い方ではあるっていうのは自覚してて一個アンパンマンがここに腰にあることによってちょっと顔の怖さが和むかなっていう和むかそういうのでつけてましたね、アンパンマンを。ギャップ萌えみたいなことですかね。はい、そうですねはい、わかります。だからなんかちょっとアンパンマン好きなのかなっていうのもあって、それいけ森田ってちょうどいいんじゃないかなと思っていいですかこれで。はい、ありがとうございますそれいけ。はい、あ、いいね。じゃあちょっとなんかそれいけ声もらっとこうか今それいけ森田圭太って言ってみて今。動作はいらないですか？動作はもういらない。動作いらないそれいけ森田圭太。あ、じゃあ今の声をどっかで使うことがあるかもしれないですはい、ということで、今回は新薬リオさんとの対談の回でした。チャンネル登録、高評価、またインスタグラム、TikTok それぞれ SNS フォローよろしくお願いします。また後からね。森田圭太内縄口 LINE スタンプ好評発売中。詳しくは概要欄で。